皆さん、こんにちは、こんばんは。ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1971年にブルマークが発売した、帰ってきたウルトラマン第1話と、第2話に登場した、オイル怪獣タッコン部の、スタンダードソフビと、その当時の視点も交えて解説した動画です。帰ってきたウルトラマンの怪獣デザインは、初代ウルトラマンの、成田徹さんではなくて、ウルトラセブン後半からの、池谷典義さんがデザインしている怪獣で、初期の怪獣は、一期のウルトラファンにも、人気の怪獣が多く、ウルトラシリーズでも、最も得意な怪獣として好かれる、少し変わった怪獣です。オイル怪獣タッコン部、360度回転、オイル怪獣タッコン部、なぜ丸くて2本足なのか、オイル怪獣タッコン部、オイルシャワー&ファイヤー、オイル怪獣タッコン部は、帰ってきたウルトラマンが地球に来た時に、透明の姿で、戦ったとも言われる、経歴的にも、ウルトラシリーズで異例な、対戦経歴を持つ怪獣で、ガラモンや、ペギラ、レッドキングのように、1話だけではなく、2話に登場している、人気怪獣です。オイル怪獣タッコン部は、東京湾から出現した怪獣で、全身が吸盤で覆われ、石油が大好物です。身長45メートル、体重2万3000トンの怪獣です。ヘドロ怪獣、ザザーンと、勝ち時橋近辺で戦い、一応、ザザーンに勝ったとされています。また、ゴンヒデキと、帰ってきたウルトラマンを結びつけた存在の怪獣としても、記録されている、作品的にも重要なポジションの怪獣でもあります。オイル怪獣タッコン部は、ウルトラマンの4次元怪獣ブルトンや、ウルトラセブンの宇宙超人、アイロス星人らと同じく、ウルトラマンが格闘するには、向かない体型の怪獣です。身長45メートルですが、帰ってきたウルトラマンよりも低く、足も短いのでキックは、まずできないと思われ、パンチも、相手に届くことも難しいリーチです。そのため、ウルトラマンの方から、格闘に見せるように、顔に近づいたりしていたり、コンビナートのセットや、炎と煙で、見えにくい中、格闘しているように見せる工夫をしていて、格闘できない印象を減らしているのは、さすがつぶらやプロです。ただ、最後は、腕をもぎ取られ、スペシウム光線を浴びると、なぜか吸盤から、花火のように火を吹いて爆発しますが、オイルが体内にあるなら、コンビナートの火災で、ウルトラマンが戦わなくても、爆発したかもしれません。オイル怪獣タッコン部は、タコはモチーフなのに、8本の足はなく、人間と同じ2本足で、ほとんど、球体に近い形状です。タコの頭は、確かに丸いですが、たこ焼きに近いくらいで、オイルではなく、ガスタンクに近いくらいです。これは、デザイナーの、池谷典義さんが、ウルトラセブンの弾丸のように、球体にもなる感じを、イメージしていたようですが、タッコン部と、アーストロンのスーツは、作り直すことになったり、放送開始への、準備時間が足りないことで、球体になる表現は、消えてなくなっています。タッコン部は、今では、オイル怪獣タッコン部として知られていますけども、当時は、大怪獣タッコン部と記載されたり、油怪獣タッコン部などとも記載されていました。名前に、キングコングの、コングという文字が入るように、怪力を想定していたようで、当時の図鑑などではタンカーを持ち上げるなども解説されていますが、どう見ても、この腕の長さでは無理なので、怪力というのは消滅しています。そのためなのか、作中では、タッコン部の名前は呼称されていないので、制作に余裕があったならば、名前も変わっていたかもしれませんけども、ウルトラシリーズでは、タイトルに怪獣の名前が入ることは少ないのですが、アーストロンは入っていないのに、第2話は、タッコン部大学習と、怪獣名も入れられるシリーズ的にも特別な人気怪獣です。オイル怪獣タッコン部は、タコがモチーフなので、本来は黒い墨を吐くのですが、逆に、黒いオイルを飲むという、マダクの印象を持つ怪獣です。設定では、火炎を吐くとされていて、体内にオイルがあるのに、自殺行為な設定だからか、作中では、火は吐くことはありませんでした。腕は、隠し腕とされていて、体内に収納できるとなっていますが、そのような描写はないのですけども、なぜか、スーツアクターの腕が抜けている状態の、タッコン部の腕は確認できます。手の先には、毒爪があり、捕まるとなぜか、息ができなくなるそうです。硫黄袋というのも怪獣図鑑などには書かれていて、石油には硫黄化合物が含まれていて、
燃焼によって大気汚染を引き起こすので、タッコンブにも公害的な要素も入れようとした後なのかもしれません。また、タッコンブの頭部と思われる位置よりも少し上の中にタッコンブ脳があるとされていて、初期の怪獣図鑑などにはバカと記載されていて、あまりに直球なので小さいので怒りっぽく賢くないに変更されていますけども、怪獣が頭がいいかどうかは比較などが難しいので何基準かわかりません。また、皮膚は水爆も平気とされていますので、それらが原因の突然変異などの NG 設定があったのかもですが、スペシウム光線でやられています。タッコンブはオイルが大好物ですが、口から10万度の火炎を吐くという設定が怪獣図鑑などに記載されていましたので、漫画などでは火を吐いています。ですが、テレビでは口から吐く、黒くはない、撮影的には水と思われるオイルシャワーのみで火は吐きませんでした。普通に考えて、オイルが体の中にあるのに、口から火を吹いたら反する行為なので、やばいだけですけども、そんなオイルシャワーとファイヤーの両方をソフビのオイルシャワー&ファイヤーで再現してみましたのでご覧ください。ブルマークのオイル怪獣タッコンブのソフビは NG 版のタッコンブスーツの3面写真から作られているので、前からだと細身で作中の容姿よりも足が長く作られています。ですが、当時の子供にはタコの面白い怪獣として大人気でしたけども、ソフビの形状的に得意だったために製造的にエラーが出やすく、あまり数が作られてないようで、意外に当時世代でも持っていた子が少ないソフビでした。そんな、ブルマークのオイル怪獣タッコンブのスタンダードソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方は、グッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは、500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひ、ホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。